万延元年3月3日、江戸城桜田門の外で大老井伊直弼が殺された。教科書が激動の幕末と呼ぶ年である。その2ヶ月後、和歌山から江戸へ一人の武士がやってきた。酒井半四郎27歳。彼は江戸で195日の間、一日も欠かさず日記をつけた。そこに書いてあるのは飯の話ばかりだった。こんにちは、神目です。今日の詩編は160年前の単身赴任のお話。なぜ武士はあの年に飯のことばかり書いたのか。最後まで見るとちょっと見え方が変わりますよ。5月11日、和歌山。半四郎は妻のひろと数えで2つになる娘の歌を残して旅立つ。和歌山から江戸まで、今なら電車でおよそ4時間。当時は自分の足で19日である。叔父の宇治田平蔵らと中山道を行く。大阪では前代未聞という大水に足止めされ、それでも夜の街を見物し、翌日は芝居を一日中見る。草津では名物の乳母餅を5つ、篠原餅、あんころ餅、わらび餅、餅を食べながら歩く。旅の目的覚えてます？でもこれ全部日記に書いてあるんです。お餅の名前もいくつ食べたかもちゃんと。そして塩尻峠で半四郎は生まれて初めて富士山を見た。歩いたからこそ峠の先にそれは突然現れる。ところで江戸城にいる14代将軍家持は2年前まで半四郎の殿様だった。紀州徳川家の出身である。つまり半四郎の藩は日本の政治のど真ん中にいた。6月1日、江戸に着いたばかりの半四郎は途上見物に出かけ、今の殿様持次の行列に息を飲む。その勢い、飛ぶ鳥も落ちるばかりである。実はこの日、桜田門外で殺された井伊家の跡継ぎの初お目見えも行列の中にあった。日記はそれを一行だけ書いている。そしてその次の行で甘酒を飲んでいる。住まいは赤坂紀ノ国坂の藩邸長屋。叔父と同僚の大石直弼と男3人暮らしである。仕事は右衛門稽古。儀式の日の装束の着付けの稽古である。朝に始まり昼には終わる。7月は出勤した日が一日もなかった。炊事は直弼と一日交代。半四郎は日記にこう書いている。江戸に着いてからずっと直弼の炊く飯はかゆ飯、俺の炊く飯はこわ飯。出ました、男の自炊あるある。ちなみにおかずは各自それぞれ好みで作る決まりです。160年前からルームシェアってこうなんですね。7月の終わり、隣人からアジの干物を25枚もらった。昆布と煮て昼飯にしようとしたら、叔父が半分食べてしまった。残りは明日の昼の楽しみにと取っておいたら、翌朝叔父が真っ先に全部食べた。8月の頭にはもらい物のカツオに当たった。叔父と直弼は夜通し交代で川屋に通い詰める。日記曰く、腹渡でんぐり帰り。ところがその数日後、友人がまたカツオを半身持ってきた。半四郎が料理してみんなできれいに食べきった。学ばないんですよ、この人たち。でも冷蔵庫のない夏です。もらったらその日に食べるしかないんです。それにしてもですけど。10月25日、半四郎は土壌と豚の鍋で酒を2合飲んだ後、一継ぎのうなぎ屋に入ってしまった。うなぎを2鉢、酒をさらに2合、上機嫌で歌を歌い管を巻き、叔父にこっぴどく叱られた。腹を立てて黙り込み、
そのうち気持ちが悪くなって全部吐いて、そこから先は覚えていないと翌日の日記に書いている。江戸暮らしの間、うなぎ屋はこの一度きりである。言っておきますけど、この人27歳の妻子ある武士です。でも、わかる気もします。江戸のうなぎですよ。9月18日、日本橋のあたりで柏鍋の店に入った。出てきた肉は硬く、腐りかけて臭い。一口で突き返し、ハマグリの鍋に変えさせた。帰りに水豚というものを試しに一杯。日記の表はこうである。なかなか我々の食い物ならず。その2日後、晴天。昼過ぎ、同僚と藩邸を出る。丸の内を抜け、吾妻橋を渡って向島へ。川沿いの料理屋は風雅な造りである。下級武士の給料ではのれんをくぐれない。半四郎は日記にこう書いた。その風雅なこと、筆にも紙にも尽くしがたい。ただ羨ましいばかりである。それでも牛の御前の茶屋で桜餅、浅草で浅草餅、寿司、祇園豆腐で飯、お参りをしながら食べて食べて歩く。ここで、へえなんですけど、この日記、食べたものに全部値段が書いてあるんです。おかげで160年後の私たちは、江戸の物価も下級武士のお財布事情も復元できちゃう。半四郎さんの1年の収入は39両、使ったのは23両ほど。お賽銭は4文から8文、実はしっかり者なんです。あ、それから、タバコを吸うくせに自分のタバコ入れを持ってこないお友達には、日記の中でこっそりケチレンってあだ名をつけてます。11月みそか、日記はふつりと終わる。半四郎は1年7ヶ月の勤めを終え、和歌山の家族のもとへ帰っていった。日記は100年余り後に名古屋の古書店で見つかり、今は江戸東京博物館にある。幕末というと獅子と黒船を思い浮かべる。けれどあの時代を生きた人の大半は刀を抜かず、歴史に名を残さず、今日の飯を炊いていた。大老が殺された年、その年は同じ日本でうなぎがうまくて飯が硬くて餅の名前を覚えながら歩く年でもあった。詩編はうまいものの記録のまま今も残っている。今日の詩編はここまで。次の詩編は北海道の農家の若者が南の島で書いた日記。その日記は80年経った今もまだ家に帰れていません。それではまた。